はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、CCA フェニックス、リボーンイン、サウンドフォーチドインスターライト、音に生まれ変わり、星の光で鍛え上げられたというキャッチコピーを持つ、ハイエンドな技術が詰まったオールメタルボディのハイファイモデルです。CCA さん、お久しぶり、だよね。このチャンネルでは CRA プロ以来になるかな。フェニックスのオールメタルボディ、タフでかっこいいね。ジャックさん、これはエントリーモデルなの？そうだね。コネクターとマイクの選択肢があるけど、どれも Amazon で4000円台。CRA プロがそれよりちょっと安くなってるから、ミドルエントリーモデルって感じかな。フェニックスのコアはカスタム LCP 振動板と 10mm デュアルマグネット高性能ドライバーなんだ。LCP は高耐熱性、高強度、優れた流動性などの特性があって、軽量で薄いのにとっても鎮静が高いから分割振動による歪みを効果的に低減できるってことよ。へえ。しかもデュアルマグネットドライバーのおかげで時速が 1.5 倍に増加、音響エネルギー変換効率が 30% アップ、パワーと効率が上がったことで低音は深みと弾力性のあるパワフルさ、高音は透明感があってディテールが豊富なサウンドになる。へえ。でもさ、音がパワフルだとごちゃごちゃになりそうじゃない？そこを解決するのが精密な亜鉛製ボディで作られたモノリシック構造なんだ。継ぎ目のない一体型構造で従来のモデルにありがちだった共振ノイズを物理的に遮断する、ディテールを覆い隠すノイズから解放されたピュアな音質が実現するってわけ。なるほど。本体は片側 10.3g とずっしり感ありますが、ボディは小ぶりで薄型の部類に入ると思います。装着感がいいので、愛は重さは気になりませんでした。音漏れも気になりませんでした。カラー展開は3色だけど、随分雰囲気変わるね。私はどれもありだな。愛はやっぱりパープルね。とっても綺麗よ。L と R の区別がここではっきりわかるのもいいし、コネクターが 0.78mm にピンになったのも新鮮。デザインを優先させたからなのかしら。フェニックスは FPS、e スポーツ向けに最適化って書いてあったけど、ハイファイなのにゲーミング仕様も OK なんだ。そうなの。FPS、e スポーツ向けに最適化とあるように、超低遅延オーディオ同期を実現しているんだって。この正確なチューニングのおかげで、ゲーム内の微妙な音響信号を鋭く捉えられるんですって。音上にクリアな階層感と空間的な奥行きがあるから、敵の位置や距離を正確に追跡できて、戦場で常に一歩先を行く没入感を獲得できるってことになる。なるほどね。じゃあボイスチャットで使うマイクも大事じゃん。マイクも優秀よ。HD マイクが搭載されていて、ピンポイントの定位技術とゼロ電流ノイズが組み合わさっているので、クリアで途切れないコミュニケーションが可能なの。では、派遣比較最初はバンドレイヤーチップとディバイナスベルベットです。ノズル先端が太めだったんですが、なんとか同音感に収まり測定できましたね。かなり窮屈だったけど、なんとか測れた。大きな違いはなかったんで、音収録と視聴はベルベットを使うよ。比較モデルはオールメタルボディで合わせたんだって？そう。ドライバー構成も 1DD で同じな KZZVX プロとサーガベースバージョンにしてみた。どれも重そうだね。全モデル片側 10g 以上だけど、装着しちゃえば安定感ある。低域の出方も結構違うし、中高域以上はフェニックスに特徴あるね。そのあたりの違いはサウンドチェックで聞き分けられると思うよ。はい。では早速聞いてみましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。低域の出方の差は ZVX プロとはあまり大きくないように感じましたが、サーガははっきりわかりましたね。まあ、サーガはベースバージョンだからね。音調整の基準をフェニックスにしているから、サーガとの低域の差はさすがにわかるよね。サーガはどっしりしてたし、その分音域がちょっと抑えられた聞こえ方だった。500Hz から 1kg ぐらいのところで一体波形が揃って、そこからまた離れていってる。3から 8kg ぐらいまでのフェニックスの出方、結構特徴的だね。そうだね。収録音では他にモデルの声域がちょっと物足りないというか、薄味というか、引っ込み気味というか、そんな感じに聞こえた。視聴者の皆さんが好きなタイミングで比較モデルの音を切り替えて聞けると、もっと違いを把握してもらいやすくなるんだけどね。ほんと、それができたらいいですよね。これは参考までになんだけど、CRA プロの波形を重ねたもの。へえ、2kg ぐらいまでは結構重なる部分が多いんだね。CRA プロよりさらに中高域が強化されたのがフェニックスなのかな。チューニングの傾向としてはそのようだね。じゃあ最後にフェニックス実機を聞いた印象だね。低域は波形から見てもそれほど量感はないと思うんだけど、アタック感もキレも良くて存在感はすごくある。この出方だから他帯域への影響は少ないし、質感はいいね。バスドラ、タム系は川鳴りの方が優先気味。あと、ベースラインが聞き取りにくい曲でも結構しっかり聞けた。中域はそんなに特徴があるという感じでもないかな。フラット系と絞り系の中間ぐらい。中高域、ボーカル、メロディー系は強いね。強いっていうのは前に出てくるってことですよね。そうそう。ピアノもサックスも綺麗。ボーカルも当然良かった。6キロあたりがこの出方だから視察音が気になるだろうと思って聞いてたんだけど、明瞭なのにさほどというかほとんど気にならなかった。明瞭さのいいとこだけ取った感じ。そう、そんな感じ。シンバル系も同じような印象で、曲によってはちょっと鋭さを感じるけど許容範囲だった。8キロ手前のピークを結構抑えて調整していることもあるね。愛も聞いてみましたけど、濁りが少なくて音の粒立ちがはっきりしていますよね。うん。残響もしっかり感じ取れるのは10キロ過ぎにも1ピークあるのも効いてるんだろう。音と音の隙間とかも感じ取れやすく、低位感も当然いいわ。そこに空間がちゃんと広がる感じだね。ってことは、明るいけどそんなにきつさを感じない音が欲しい人向けなのかな。そうだね。中高域から高域寄りの傾向だから低域好きな人にはあまり向かないけど、低域の質感は良かったな。そっかー、愛はパープル買うんでしょ。もちろん買うわよ。はい、ということで CCA フェニックスのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。